しないと始まっちゃう。よし、じゃあスタート。ドラゴンクエストモンスターズ3、あげピピの教えてあげないと。ピピピピーンってなわけで始まりました。ドラゴンクエストモンスターズ3、あげピピの教えてあげないと。 MC の凄腕のモンスターマスタートレーナー、あげピピだよ。さあこれからドラゴンクエストモンスターズ3に関するあれやこれやモンスター界の最新情報を徹底的にお伝えしていくよ。さあアゲアゲで見ないと。そんじゃ早速まずはキャラクター紹介から。現地レポーターのマネマネさんにおつなぎします。こちら魔界によりますマネマネです。ご本人に会いに来たのですが、あいにく冒険の真っ最中とのことだったので、僭越ながら私めが変身でご紹介させていただきます。じゃあこの冒険の主人公ピサロ様をご紹介。なんとお乳気味である魔王様に魔物が攻撃できない呪いをかけられてしまったおいたわしきピサロ様。この魔界から打ち捨てられたお前がわざわざ何をしに来た？今はモンスターマスターとなって魔界中を駆け回られているようです。魔族の血が半分流れるお前にはモンスターマスターの素質があるはずじゃ。今のはあなたがやったのですか？そしてあの優しいエルフの少女ロザリー様も一緒に同行されているようです。エルフの持つ力でピサロ様をサポートされているのだとか。そしてモンスターマスタートレーナーとしてゆるふわ妖精あげピピ。そんじゃ早速バトルしてきて。君なら勝てるよ。ファイトだ。あげピピさん出てるんですか？なんで最後魔法を愛する人間の青年ベネットもこいつは真似しなくていいか。俺は魔法研究家としていろんな素材を探して世界中を旅してる。やっべ、逃げるぞ。ピサロ様のお役に立てよ人間。ということでこんな一行が冒険を繰り広げるそうですよ。ありがとう。キャラはそっくりだったよ。私もピサロッチにはいろいろ教えてあげたんだ。彼の活躍をお楽しみに。さてお次は魔界の激アツスポット紹介。デザートデーモンさんにおつなぎします。デザートデーモンです。こちら現在巷で噂のフォトジェニックな魔界に来ております。甘味料の魔界、覇王城の魔界、
煉獄峠の魔界などなど映える魔界が目白押しですが、特にこの神道の世界は一押し。歩いてるだけでよだれが出ちゃう。実はそれぞれの魔界には四季というものがあって、景色やモンスターが変わるんです。魔界を隅々まで散歩すれば皆さんのお気に入りのスポットが見つかるかも。おっと、じゃあそろそろチョコレートスイーツ食べてきます。ずるい。私も今度最新のスイーツを食べに行こうと。そんじゃ次は視聴者の皆さんが気になっている部分をご紹介。ピサロッチの売れの見せ所について紹介するよ。どうぞ。はじめまして、ピサロ様ファンクラブ会員のフレイムです。魔界には500種族以上の同胞が住んでいて、ピサロ様は冒険を通して彼らの心を次々と射止めております。ルーラ、ピサロ様はバトル中にスカウトの力を使って仲間を増やされているのです。今だ。共に行くぞ。またピサロ様の魅力に気がついて戦いの後に起き上がって仲間入りを混乱するモンスターもいるそうですよ。さらにピサロ様はモンスター2体を掛け合わせる配合という秘術を使い、新たなお仲間を誕生させることもできるのです。どんな仲間が誕生するかピサロ様でご覧ですね。歌が燃えてきますね。確かにフレイムは元から燃えてるよね。それでは本日のピックアップニュースを紹介するね。ドラゴンクエストモンスターズが9月25日で25周年。次に異世界に住まれるモンスターズ博士からのメッセージが届いています。東京ゲームショウへお越しの皆さん、こんにちは。モンスターズ博士ことスクエアエニックスの横田です。ドラゴンクエストモンスターズシリーズは明日でなんと25周年。そんな節目の年に出す新作であるドラゴンクエストモンスターズ3はジョーカーシリーズからナンバリングシリーズに戻すにあたってこれまでとはいくつか違う試みをしています。まずはバトルでの仲間加入についてです。仲間加入の仕組みはゲームボーイ時代のモンスターズとジョーカーシリーズのモンスターズの融合をコンセプトにしています。ジョーカーシリーズでおなじみとなったスカウトでも仲間にできますし、今作ではゲームボーイシリーズの方式である肉を上げて起き上がりで仲間にすることもかなり重要になっています。次に配合についてですが、こちらも今回はハイブリッドなシステムとなっています。実は今作では配合の基本はゲームボーイ時代の系統×系統の組み合わせで子供の種族が決まります。またジョーカーシリーズの配合の特徴も受け継いで複数の種族から子供を選べるようになっているので新たな種族を見つけやすくなっています。また今回は多くの配合パターンが変更になっています。これまで受け継がれてきた有名な配合パターンは私も丸暗記しているぐらいですが、配合の醍醐味の一つは何ができるかわからない化学反応的なワクワク感だと思っています。配合の仕組みと配合パターンを変えることでずっとモンスターズをプレイしてきた方でもまた新たな発見を楽しんでもらえるかと思います。最後にシナリオについてです。すでに発表されている通り、本作の主人公はピサロというキャラクターです。
今回ジョーカーシリーズからナンバリングシリーズに戻すにあたって、初代のテリーのワンダーランドのように今までのドラゴンクエストに出てきたキャラクターの冒険にしたいという方針から、堀井さんと話し合って主人公を決めました。今までのモンスターズよりお話の比重が少し高くなっていますが、あくまでもモンスターズとしてしっかりモンスターズらしいゲームに仕上がったと思っています。またドラゴンクエスト4をプレイしたことがない方でも楽しめるゲームになっていますのでご安心ください。さて、発売まではもう少し時間がありますが、今後も少しずつ情報を出していきますので、どうぞお楽しみに。それではもう一人の博士にバトンタッチします。どうぞ。どうも、初代モンスター博士こと堀井です。モンスターシリーズはいよいよ明日で25周年。ほんとね、こんな長く続くとは思わなかったですね。25年前かな、ちょうどドラゴンクエスト6を出した後に、誰をねこの主人公にして作ろうかって話になって、で6のテリーとミレイの幼年期、ちっちゃい時から始めようみたいな話をして作り始めたのを覚えてます。その後ね、イルルカ出したりとか、ジョーカーっていう新しいシリーズを出したりとかしたんですけども、今回モンスターズについてはイルルカに続く22年ぶりのナンバリングモンスター3として楽しみにしてる人も多いんじゃないかと思いますね。12月発売ということで、まだもう少し時間があると思いますが、先週から体験版の配信も始まったので、ぜひ遊んでみてくださいね。どんなモンスターを仲間にするか体験までいろいろ考えてくれれば楽しいと思います。それでは堀井でした。バイバイ。なんと今すぐ遊べる体験版が配信中。肝心のドラゴンクエストモンスターズ3の発売日は12月1日。ゲーム本編のパッケージ版、ダウンロード版、特典アイテムや追加ダウンロードコンテンツがセットになったマスターズ版、さらにモンスターの配合を記録できるモンスター配合帳、綿棒デザインのブランケットがセットになった超マスターズ版が予約受付中。そして3種の追加ダウンロードコンテンツも発売日から同時発売。予約&早期購入特典もあるので公式サイトをチェック。早く予約しちゃおう。もう時間？じゃあ今回のあげピピの教えてあげないともうお別れのお時間です。お次は皆さんドラゴンクエストモンスターズ3一緒にやらないと。バイバイ。ドラゴンクエストモンスターズ3魔族の王子とエルフの旅、2023年12月1日発売。魔族のカリスマよ、真の王を目指せ。